はい、こんにちは。今日はね、大魔界村の攻略を実況でやっていきます。メガドライブ1ですね。難易度はプロフェッショナルでやります。2週のお店でね、エンディングまで入れても36分くらいの動画になっていますね。それでは早速やっていきましょう。それじゃあよろしくお願いします。一面はね、どの魔界村も共通して言えるんだけど、初心者とかね、できない人たちってみんな同じ固定観念持ってるのよ。それはね、一面の最初なんだから簡単だみたいな。バカ言っちゃいけないよ。前作もそうだけど、一面のね、この雑魚が大量に湧いてくるエリアって、このゲームでトップクラスに難しい超危険地帯だからね。理由は簡単で、ランダムを相手にしなきゃいけないからなんだよね。青い死神の出現もスピードもドロップも毎回同じじゃないから、パターン化なんかできないのよ。毎回予定調和じゃなくて、全部現場判断アドリブでやらなきゃいけないのよ。このステージってね、基本的な意識としては、はしごもね、障害物の石も宝箱も全部敵だと思った方がいいよ。味方してくれることはほとんどないから。しゃがもうとしたらね、はしごを降りて食らいましたとかさ、石が相手の盾になってるとかさ、マジシャン出てくるから雑魚敵迫ってきてるのに宝箱のある方を撃てないだとかね。そんなのオンパレードなのよ。こういうのはね、対策が1個しかないんだよね。もう身も蓋もないんだけど、こんな場所に長居しないことね。さっさと先に進むこと。宝箱のね、探索なんかやんなくていいから。一面で宝箱なんて開けなくていいからね。こういうのね、黄金の鎧を取れるとか、いい武器に変えれるとか言う人いるけど、そんなね、珍奇なメリットより、雑魚たちとね、出現地形要素によるわけのわかんないね、見たこともない知らないコンビネーションを食らって、鎧を剥がされてね、骨になる確率が超高いっていうデメリットの方がでかすぎるのが現実なのよ。丁寧にやればいいとか、そんな単純な話じゃないんだよね。ランダム性の恐ろしさは敵の出現だけじゃないからね。ほら、やったことないかい？弾頭台の下に欲しくない武器を置かれて困ったこととかさ。ちまちまね、敵倒してたりね、探索してたりすると、そういうわけわかんない事件が発生して、被害者になるリスクの方がでかいのよ。だからとりあえずね、ノーコンとかでクリアできるようになるまでは、毎回ここはね、余計なことしないで、さっさと走り切って、ボスのところまで逃げちまうってことね。一面なんかじっくりやってたって、いいことなんか何もないから。そもそもこんな序盤からさ、あれやれこれしろみたいなさ、課題持って頑張りたくないでしょ。槍のパンツ一丁でいいから余計なことしないでね、ボスまでさっさと行っちまえってことね。つまり、一面で知らなければならない魔界村の手筋は、ランダムと喧嘩するなってことね。それじゃあね、この後はボスだよ。こいつのコツはね、火の玉を撃つまで飛ぶなってことね。高い位置にある顔を追いかけてジャンプしちゃダメだよ。火の玉を飛んでかわした結果、高い位置から攻撃できて、それが相手に当たるっていうのが正しい流れだからね。高い顔を追いかけて飛んだ瞬間にね、自分のジャンプ軌道上に当たるような火の玉を投げられて、被弾するってのが一番良くないから、それを嫌ってね。そしたら続いては2面ね。最初の亀が飛んでくる上り坂は、ここもランダム次第だからちまちま宝箱を開けるとか、後ろにいるような亀を相手にしてたりとかっていうのはダメね。余計なことしないでさっさと吊り橋まで走り切っちゃうよ。相手してると亀がどんどん調子こいて強くなっちゃうからね。さっさと逃げてね。吊り橋はね、これだけ覚えてください。一番最初の吊り橋の左端にアーサー1キラ分の幅をフルに使っておいて、そこから前ジャンプだけで移動するんだよね。で、1個目の吊り橋から2個目の吊り橋に降りるときだけ歩けばいいから、そこ以外は全部ジャンプだけで移動するのね。これだけ覚えとけば OK だね。これで吊り橋から落ちて即あり地獄に捕まって即死するっていう展開は回避できるからな。吊り橋の上は歩いちゃダメ。全部移動が全部飛ぶんだよ。全部前ジャンプ。こうやってね。じゃあ次、アリーマやるよ。アリーマはパターン化処理できるからね。横に補助字幕出すから必要だったら止めて読んでね。はい、最初打たないで真横になるように地上まで下ろすよ。降りてきたら真横から打って右上に逃げてもらうよ。必殺股間アタックをしゃがんだらあとは何もしないよ。逃げない、飛ばない、打たない、追わない、見てるだけ。この後ダッシュを確認して連打で終了。はい、これ完全にパターン化ね。2周目でも全く同じだから覚えておいてね。アリーマはさ、世間の連中がよくやってるようなさ、股間アタックに泣きわめきながら逃げジャンプ振り返り打ちとか、ああいうのやらなくていいからね。ああいうのやってっから勝ちが安定しないんだよ。ほっといてバカになるのを待つ。これがコツね。2面後半は火の鳥よりとにかく目玉を飛ばしてくるなんか可愛い緑色のやつに注意ね。出る場所を覚えておくっていうのと、出たら常にね、目玉を打ってくることを意識して身構えておこうね。このゲームのね、敵の弾はね、常に撃つと思って身構えていれば、いつ撃たれても反応できるよ。意識してないところで撃たれるから避けられないわけよ。たった3匹だけだからね、出る場所ではずっと意識してよね。火の鳥はね、ランダムなのでなるべく相手したくないよね。できるだけさっさと抜けてしまいましょう。で、ボスはケルベロスですね。これ最初のね、ルーティンが決まってるのでね、最後まで見てみよう。順番はね、動画の通りだよ。
大ジャンプ往復、横っ飛び往復、大ジャンプ1回、横っ飛び往復、大ジャンプで戻るね。水平に飛んでくる横っ飛びアルゴリズムがいつ来るかと、それをしゃがむことのね、2つを覚えるだけだね。上から飛んでくる火の粉はね、撃ち落とせるからあんまり気にしないでいいです。まあ、覚えるところを覚えて終了だね。じゃあ続いて3面だね。前半はね、上に行って右に行く強制スクロールだね。地形に挟まれるとしてみよう。一番警戒しなきゃいけないのはね、フライングゴブリンの位置だね。弾撃つやつは常に撃ってくるって思ってますんだよ。こいつの場合はね、アーサーの真上のラインにいる時だけ警戒すればいいよ。3面前半なんだけど、武器はいろんなのに変えられるんだよね。今回のプレイは円盤でいくから。どうせこれ見てる大半の人って、脳死で探検最強やり山甘いから、斧とか松明は弱いみたいなイメージがデフォでしょ。他の動画とかもそれらばっかりで、円盤ってなんか影薄いでしょ。別にどの敵でも基本的なこと分かっても同じようにクリアできるんだけど、今更探検で危なげなくガチってるとなんて重要ないでしょ。だから俺は円盤で行くことにしました。円盤でね、上下に飛ばせればね、槍や探検なんかより横幅が広く当てやすいし、地形に沿って進んでくれるから、めんどくさいだるい傾斜エリアとかでもね、小気味よく攻撃できる、結構楽しい武器なのよ。大魔界ならではの武器だと思うし、個人的にはね、めっちゃおすすめな武器だね。一応この後のね、動画の流れとしては、こっから1周分、要するに2周目の3面までは、この円盤だけで5ステージ全てフルにクリアするところを見せて、2周目の4面でね、サイコキャノンを取ってそのままクリアしていくっていう流れになります。なので以降はしばらくグリーンフリスビーアーサーの大活躍をお楽しみください。強制スクロール抜けてベロベロに乗っかったら中間点ってことだね。ここはアドリブじゃなくてパターン化しようね。ここはね、まず後ろの天空の城ラピュタ的な島がただの背景じゃなくて地形判定持ってることを知っておこうね。この島はね、もう最強の初見殺しなんで慣れが必要だよ。これはね、しゃがむか飛ぶかで先に抜けることができます。まずこのラピュタ地にしないようにパターン作っていこうね。その際意識してほしいのは宝箱を開けないってことね。こんな忙しいところでわけわかんない武器を置かれたり、マジちゃんなんで相手にしてらんないからね。宝箱はしゃがんでやり過ごすのが正解ね。そしてもう一つはね、飛ぶときに攻撃ボタンとジャンプボタンを同時押して飛ぶってことね。飛んだ先の足元に敵が潜り込んでくるのをこれで防げるんだよ。これ大事なテクニックだから覚えておこうね。この2つを意識してパターンを作っていってね。で、ボスはガストですね。ガストはね、とりあえず怒ってるとき、目玉充血させてビリ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 電撃走ってるときだね。その後は攻撃しないで速攻で逃げることだね。そこだけ押さえていれば、あとは自分の周りをね、ぐるぐる回ってる時に上下左右に打てば大体問題ないね。怒ってたら攻撃しないで遠くに逃げる。ボスについてはそこだけは思い出してね。4面はとにかく横の解説に書いてある2つを覚えてね。とりあえずザコのね、飛び降り地点が3つあるから、それを覚えてほしいんだよね。まず1つ目が、この骨の上り坂の中腹だね。これは下の奥にいるデスタワー相手してる時の頭上になりやすい場所だから、不意打ちの飛び込みに要注意ね。宝箱は全部スルーでいいからね。下手に開けてマジシャンの弾避けようとして、とっさに不用意に飛んで、エメラルドの天井に突き刺さったりするんじゃないよ。触手はヌプヌプって言うんだけど、この触手はね、基本的に逃げられないからね。出たらちゃんと応戦するんだよ。触手はね、出る場所が毎回同じだから、ちゃんとその場所をね、全部覚えてどこで戦うかを決めておくんだよ。そしたら話を戻して、2箇所目の飛び降り地点ね。はしごから骨の道に降りて、ちょっと右に行った上の道の頂点ね。今タイマズあるところだよ。こっから出てきたやつは飛び込んでくるから覚えておくんだよ。ここを通ったらね、はしごの後ろまで戻って触手を相手にしようね。前に進むと触手に挟み撃ち食らうからね。これは知らないとアウト。で、今いる崖際が3箇所目の飛び降りてくるポイントね。ここだよ。ここはね、右側の触手を相手にする場所だから、それに気を取られて不意の飛び込みでやられやすいから警戒しといてね。前半最後だけど、ここは最初のうちはね、右の触手とデスタワーの2つを倒してね、さっさと先へ進んでしまいましょう。後半戦はまず裸だったら宝箱を開ける。鎧着てたら宝箱を開けない。これ徹底してね。フィーリングでやりたいことやってるから変な武器取らされたりするんだよ。裸の場合はこの動画の通り宝箱を開けてれば最後に鎧が取れます。進むのが遅れると窓ハンドみたいなやつに弾を撃たれるんだけど、遅れたって思ったらね、ジャンプしていい場所で連打して移動を止めて撃ってくるのを待つんだよ。少なくとも垂直ジャンプできる位置で攻撃を連打してね、待つっていうこのやり方ね。これを覚えてほしいんだよね。
この後ね、深海に入ったら、この動画通りのルートを通ってボス戦に入っていってください。で、オウムなんだけど、こいつマジで強いんだよね。どっから長い虫出てくるかは、コンピューターの起源次第だし、青文字もね、スピードが決まってないから、結局ね、現場判断、指力でアドリブ勝負なのよ。こんなやつパターンもクソもないからね。一応ね、オウム本体の一番両端から武器次第では最大2つまで横打ちで攻撃できるんだけど、ここ安全地帯じゃないからね。直前でね、長い虫が出てきたら、アッパーカット食らってウィングアウトで、左端だったらそのまま草に加えて終了だから、直前にね、発生どころ際に出現してくる穴のことね。それが見えた場合は、即中央方向に逃げるっていうのは対策なんだけど、それ机上の黒もいいところで、敵のコンビネーション次第でね、もう何もできずに積む場合もあるのよ。だから安全に行くんだったらやらないに越したことないと思うよ。開幕でね、まだ動きがない時とか、もう死にたくなささだと、緊張で頭狂っちゃってさ、おかしくなった終盤とかで勝負をかける時以外はね、普通に戦うことをお勧めします。この長い虫は発生サインが出たら、そこからアーサー1キャラ分以上離れるってことをやってほしいんだよね。長い虫の発生サインの穴から逃げ回って、あっち行ったりこっち行ったりしながら、リスクが低くね、攻撃できるところがあったら地道に攻撃して2倍散らかすっていうのが多分一番安全だし、安定だと思うよ。簡単な方に逃げまくって、その移動ついでに攻撃するって感覚だね。とはいえ、それもなかなか難しいよね。あと一発とかで、そこの心臓壊せそうってなったら、気持ち的にね、その場から離れられないんだよね。ここで諦めて離れる冷静な判断力を得るには慣れが必要だよね。俺ももっとプレイ回数重ねないとダメだね。ちなみにね、円盤は端から2つ目を横打ちで攻撃できるよね。まあこんな感じでしのいでくださいと。はい、じゃあごめんいきます。開幕はね、その場から動かないで、右から来るドラゴンを倒してね、動くと宝箱が出ちゃうから注意ね。宝箱が出しちゃうと、ドラゴンの盾になったり、開けても絶対ね、マジシャンなんだから、その場が難しくなっちゃうだけだから、注意してね。アリーナはね、2面と同じ、水平位置から横打ちしてね、後ろの上空に逃げさせて、そのまま放置してます。撃たないんだよ。撃たないでますんだよ。上に行ってもあんまりにも水平距離が近い場合は、撃って追っ払うんだけど、基本的に撃たないでますからね。金の鎧はアリーマ戦が不安だったら一旦取らないで置いといて、アリーマとの戦闘が終わるまで保険にすればいいから。ステージはね、最初と最後以外宝箱を開けていくよ。剥がされてもね、鎧状態に復帰しまくれるから、どの宝箱をね、いつ開けるかは動画を参考にしてください。で、アリーマ戦でもドラゴンに意識を払おう。今登ってきたね、右側の壁にもドラゴンの巣穴があるのよ。アリーマと戦ってる時にね、ドラゴンを取られると、撃たないで待つってことができなくなっちゃうのよ。巣穴がね、画面に映ってなければ出現率はかなり落ちる。なのでね、そこだけちょっと意識してほしいんだよね。ここの豚は横じゃなくて下から撃つよ。さっさと上に上がって左側のドラゴンの巣穴が画面内に映らない位置まで逃げるんだよ。はい、ここ降りたら中間地点ね。円盤はこんな使い方もあるんだね。降りたらドラゴンが1匹出てくるから、それを倒してね。さて後半戦です。宝箱を開けたらね、モーニングスター地帯ですね。これは右のテロップ通りに進んでね。はい、今行くよ。このタイミングだったらね、自分と同じ高さに出るとかないからね。自分より上だけ見てればいいからね。登ったらアスタロトなんだけど、なるべく近寄って打ってね、最初から距離を離しちゃうと前進してきちゃうから注意ね。この銀の鎧はね、保険にした方がいいです。上のダブルシールダーがかなり難しいのよ。ノーダメージはね、結構運が絡むよ。こいつらね、パターンじゃないのよ。マジでアドリブ以外の何者でもないからね。1周目はね、鎧が1回剥がされることを想定しとくくらいの攻略設計にしようね。まあこんな感じにね、剥がされてもね、倒した後、さっき残してきた金の鎧がね、鎧状態に戻せるからね。ここはね、ガチガチに固く予防線張っていくというか、一発食らってもいいっていう安心感を得ることこそが攻略だよ。
ダブルアスタロドはなるべく右は早く倒したいんだけど、無理でね、左右に挟まれてしまったら、火炎攻撃はしゃがもうね。まあこれよくよく考えれば当たり前なんだけど、しゃがめないような火炎入ってきたら、大抵飛んだって食らうから。遅れたからってね、決め打ちや逆数で特攻しなくていいからね。ここもまだ後に鎧があるから、一発食らっても大丈夫だから落ち着いてさばいていこう。この後ね、階段を2段目まで上がるとトリプルガストが発進してくるんだけど、3匹って言ってもね、1匹5発で死ぬから3人より耐久力がないから、上下左右ね、すれ違いざまに丁寧に打って始末していきましょう。とにかくね、怒ってたら攻撃しないで逃げるのを忘れないでね。で、この宝箱がね、最後に開ける宝箱ね、ここでも鎧が取れますよと。ごめんはね、鎧があるときは裸になってもね、鎧状態への復帰は簡単にできるんだから、一発食らっても大丈夫って余裕を持ってプレイしてね。道中最後はこのシールダーだからね。フライングゴブリンの特攻がうざいんだけど、一応一面と同じこと言っておくと、フライングゴブリンを倒すためにジャンプするのはやめようね。ジャンプするとスキル生むからね。シールダーの火の玉をかわす目的以外では飛ばなくていいからね。それとテロップ通りね。ドロップはすっげえ怖いのよ。まあ1周目はいいけどね。2周目はね、これ階段の通り道に置かれちゃうと致命的なのよ。さて、ボスはベルゼバブです。まず開幕でね、打ち込んで合体して実体化したらジャンプ連打で遠くに逃げる。こうするとね、ただ歩くよりも、撃たれた弾が上下に分散してね、かわしやすくなるのよ。次にね、ハエの大群になったらね、その大群に打ち込めば軌道が変わるので、体当たりされるのを防げるってことね。ベルゼバブはこの繰り返しで処理できます。この動画はね、遠くに逃げすぎだけど、まあ裸だしね、このくらい安全にやれば盤石だよ。ジャンプ連打で逃げるっていうことと、大群に打ち込んで軌道をそらすってことね。この2つを覚えておいてね。ナイトアーサーよ、よくそこまで来た。しかし今のお主ではこの扉の向こうにいる魔王ルシファーには勝つことはできる。今一度魔界に戻るがよい。そして戦いの女神から魔力を授かるのだ。やずや、やず。アーサー魔法の鎧をつけて箱を開け続ければ女神はきっと現れる。わ頑張ってアーサー、あなたならルシファーを倒してくれると信じています。お祈りメールももらいました。出直してこいと。そしたらね、てててん、てん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 ててん的なやつもないまま、シームレスに2周目に入るんだけど、まずね、大事なことを一つ知ってもらいたいんだけど、2周目はね、1周目と難易度は変わりません。これね、前作のね、初代魔界村も同じだよ。多少は違うのかもしれないけど、ぶっちゃけ誤差。違うのはね、ごめんのボスのベルゼバブを最後キャノンに倒してくれっていう宿題が1個ついただけ。難しさはね、変わらないよ。これ勘違いしてる人結構いるんだけど、2周目って聞いた時点で、どっかのドトンバチよろしく難易度が跳ね上がるわけではないのよ。基本的に難しさがはっきり変わるのは、1機以上死んだ時とコンティニューした時ね。これは当然脳みその時よりぬるくなりますね。簡単になっていきます。ぶっちゃけね、2周目に歯が立たないって人は1周目もダメなはずだよ。そんな程度の認識でいいと思うけどね。少なくとも俺はね、脳みそやってる分には難易度上昇は1周目と2周目は感じられないね。大体の人はね、コンティニュープレイしてる人でも2周目の進捗は1周目よりずっと早いはずだよ。難易度変わらないから、要するに2周目はね、大筋としてただ復習してるだけに過ぎないんだよね。なのでね、2周目は特に攻略はいらないんだよね。ということで、2周目はもうちょっとね、緩い話というか、1周目でね、尺がなくて無理だった話をしていきたいと思います。過去の俺がね、頑張ってるプレイを背景に、引き続き大魔界村観光をお楽しみください。で、とりあえず、そのサイコキャノンなんだけど、さっき言った通り、ベルゼバブを倒した時に持っていればいいわけね。だからアドリブの多い序盤面では取らないで、4面とかね、5面とか後半のね、プレイがパターンが固定されているような場所で宝箱を開けていくプレイ内で取ることを強くお勧めします。それに1回取っちゃうと、他の武器を取らないように注意しながら進まなきゃいけないようなハンデ背負いながらやることになっちゃうから、かえって大変になっちゃうんだよね。初めからね、サイコキャノンを取るようなプレイをせずに、後半ステージ、なんなら5面とかに後回しした方が容量がいいと思いますね。いや、それにしてもさっきからなんか雑草多くね。さっき宝箱を開けたり、ルート外の敵倒したからか。2面の仮面もそうだけどさ、余計な敵倒せば倒すほどランダムな雑魚敵って元気になっていく気がするわ。さっさと抜けるに越したことないよね。ここなんかはさ、頭の使い方は、動く花がね、吐き出すドクロの弾を常に意識して進むって感じだね。雑草とか豚に気を取られてる最中にさ、ドクロの弾を撃たれてるのに気がつかないで食らうってのが一番品質の死に形だから、それを避けるように頭を使っていくって感じだよね。豚とかさ、ツタとか、そういうのを倒した後に、なんか撃たれてることに気づいていないっていうことが、なんか経験的に多いような気がするね。だからその辺を注意してくれればいいかなと思います。
まあボスも同じだね。火の玉が2倍になるとか速くなるとかそういうのはないよね。1周目と同じく火の玉を確認して飛んで、そのついでにね、高いところから撃つっていう基本通りやれば OK だね。はい終了。どんどん行きましょう。はい、では2周目2面です。亀の丘はね、とっとと登って応戦しないんだったね。あとジャンプすれば難易度簡単になるって言ってる人いるけど、俺的にはそれ必須以上ね。飛んだところでね、素早く着地点に潜り込まれてやられるパターンがあるのよ。ちょっと見てたよ。ほら、こういうやつね。飛ばないでいいからさっさと前だけ倒して先に進めと。吊り橋も1周目と穴の位置は変わらないよ。最初の吊り橋のね、左端にアーサーを合わせて前ジャンプだけで進む。1個目からね、2個目の吊り橋を渡るときだけ歩いて降りて、それ以外は吊り橋上は歩かないよ。しっかしこの音楽いいよね。村って感じするわ。町じゃなくて村だわ、これ。これ魔界村って感じするわ、本当に。アリーマもね、1周目と全く同じね。撃たないで待つのを忘れないでね。レッドアリーマに対して必死にね、逃げジャンプ、振り向き打ちとかで、もがき、溺れ、泣きわめき散らかして戦ってる人たくさんいるけど、なんかいろいろ見てて思うんだけど、脳死でああやってやらなきゃいけないと思い込んでる人多すぎなのよ。ゲーセンのね、初代魔界村とかやってた人だったら、割と常識なんだけど、アリーマの正しい処理って、撃たないとか何もしないとかで困らせて、バカな行動を起こしてもらうのが筋だからね。逃げて追いかけても無駄ってことね。アーサーの能力じゃアリーマ捕まえられないからね。相手にバカになってもらうのが筋だよ。撃たない、追いかけない、逃げもしない、そして飛ばない。アリーマはね、こういう放置プレイされるとバカになる。大魔界村はこれを押さえとこうね。この動画を再生した人はね、ここはハンターハンターでキメラアントの G2 と鬼ごっこした時のモラウのようにね、クールに仕留めるのを覚えて帰ってね。で、ボスのケルベロスだけど、一瞬にはね、近づきすぎたので、少し左側によって戦います。まあ、とにかくね、水平に飛んでくるアルゴリズムと、それをしゃがむことの2つを覚えてくれればいいかな。まあ、実際フルルーティーン受けなくても、この辺で死ぬよね。ということで、どんどん先に進んでいきましょう。はい、3面は縦シューティングですね。このゲームはね、ちょっとこのゲームの操作性の悪さについて紹介したいと思います。このゲームね、レバー入力がね、ちょっと癖があって、上や下に入れてんのにね、上や下に打ってくれないで、横打ちになるとか、前に入れてるのにね、前に飛んでくれないで、その場垂直ジャンプになるみたいなね、ちゃんと動いてくれない怪奇現象がこの3面でよく発生するんですよ。これメガドライブ版だとね、起きないって言ってる人いるけど、メガドライブ版でも普通に起きるからね。そもそも上げ込んじゃなくてね、パッドだとそういう現象起きやすいんだよ。これが発生する原因は簡単で、単に操作が遅くてね、入力のブレを拾ってるってことね。パッドって入力し始めの段階はきちんと東西南北に入らないで、その中間部分のね、斜めをブレながら東西南北に入るのよ。格ゲーのね、入力表示が出せるトレもやってればね、体感認知できると思うんだけど、きちっとその方向だけね、最短で無駄なくまっすぐ入れるのってなかなかできないのよ。超早く端っこだけ押せるだけのね、親指の操作能力があればできないことはないんだけど、十字キーって直前までの入力に引っ張られて、荒い入力になりやすいのよ。しゃがみから前ジャンプしようとした時にね、垂直になって死ぬとかやらかして困ってる人多いでしょ。同調子になると、このブレてる段階とボタン入力が重なって事故が発生しやすくなるわけなのよ。なので対抗策はね、この同調子をしないことだね。レバーを入れてからボタンを押すことを意識するってこと。もっと具体的に言うと、行動自体が遅いのよ。十字キーとボタンを同時押しでアーサーをさばかなきゃいけないくらい、ギリッギリな行動ばっかりしてるってことなのよ。パターンがしっかりやれってことだよね。パターンが甘いとかね、決めですらいないとか、現場判断ご利用し死にゲープレイとかだと、当然こういう荒い操作が多くなるのよ。次にやる行動が決まっていないのは操作が遅れる大きな原因になることを覚えておこうね。逆に言うと予定をしっかり頭に入れてるんだったらアーサーの速度って上がるんだよ。ダンスだって振り付けを覚えないとすげえ疲れるでしょ。バイトだって最初の数ヶ月は人間関係できていないからすげえ疲れるでしょ。慣れてる人がやらなくていいことを思い出したり考えたり判断するのに行動量が増えてリソース使ってそれがラグになって遅れてるからなんだよ。だけど慣れたらね、そんなラグが発生する要素を全部キャンセルしてスムーズに疲れないで連日勤務余裕つうか当たり前にできるようになるでしょ。ゲームだってそれと同じなんだよ。単純にね、慣れて知識がついたり、技術が熟練するから早いっていう話じゃなくて、本来やらなくていい無駄な手続きがなくなるから作業スピードも上がるし、余裕も生まれてミスしなくなるっていう話ね。魔界村だけの話じゃないからね。ちなみに円盤はこのステージで見納めです。はい、3面終了。なんかこのガスト強かったな。
そしたらね、2周目の4面ですね。ここからはね、ちょっと新しいことやっていくよ。個人的にはね、ここで宝箱を開けて、サイコキャノンを取ることをお勧めします。4面はね、前半がランダム地帯だから、宝箱探しとかしたくないんだけど、サイコキャノン取った時のね、恩恵がでかいのよ。金の鎧のサイコキャノンのね、弾消しつつ攻撃判定がでかい強さが、触手エリアでね、めっちゃ強いし、内容が簡単になってくれるから、場の進捗が安定するのよ。なのでね、ここは頑張って動画通り宝箱をね、3つ開けてサイコキャノンを取りましょうと。道中のね、注意点としては1周目と同じで、やっぱり飛び降りてくる雑魚に注意ね。骨の坂の中間点、はしご降りた先の上段の頂点、それから下段の最初の骨の道の崖際の上段ね。この3点がね、雑魚が飛び込んでくるので、触手やディスタワーのね、弾に気を取られて意識を外さないように警戒しておいてね。うわ、探検取りたくなかったな。取らないでクリアしたかったな。探検取ったら負けだろ。ってのは冗談だけどさ、この直後すぐにね、宝箱が出て、鎧維持で3つ目なんで、ミカエルが出てサイコキャノンがもらえるんだよね。この女の人ミカエルだからね。サイコキャノンは弾がでかいしね、敵弾消せるから4面の道中ですごい強いのよ。飛び降り地点に来たら、はしごのところまで戻って触手を相手にするのは1周目と同じね。というか全部1周目と同じだよね。しつこい移動だけど、やっぱり難易度上昇がないよ。まあ、ここも余裕だよね。あっさり中間点までたどり着きましたと。で、中間地点を越えたら、こっから先はね、黄金の鎧でサイコキャノンになってるんだったら、もう宝箱は一切開けなくていいからね。もし鎧を剥がされてる場合は、1周目の4面と同じくね、宝箱を開けていくんだよ。もう、弾も消せるから、かなり適当に進んでも大丈夫なんだよね。なんか、深いでオウムとかさ、前のステージが天空の城だったけど、ここは風の谷ってことで、なんかこのゲームジブリに感化されてるよね。ちなみに映画のナウシカは84年、ラピュタが86年、その2年後の88年が大魔界村なんだって。平成が9089でしょ、89年でしょ。大魔界村ってガチで昭和のゲームなんだよね。昭和だよ、昭和。今平成貫通して令和だよ。すげえな、このゲーム。今やってても見た目も難しさも全然進歩じゃないもんな。ちなみにね、全校生徒が友達だった小学校時代、メガドライブ持ってた友達って一人も見たことなかったわ。PC エンジンですら学年で一人とか、そんな感じ。ファミコンが8割ぐらいだね。兄弟いるやつは大体持ってるって感じだった。あれ、子供のおもりになるかららしいよね。ファミコンやらせてれば遊んでやったり相手しなくていいし、黙ってておかしな非行行為もしないみたいな。今でいうスマホを預けとけばおもりになるみたいな、そういうツールだったみたいだね。教育意識が高い家の子がね、2分の1くらいの割合でゲーム持っていなかったっていうのもその辺鑑みると納得って感じかな。逆にね、貧乏で育ちの悪いようなやつの家にもほぼ確実にファミコンあったわ。だからゲームの付き合い方と経済力が関係ないよね。親の思考性が大きいと思う。で、なんか雑談してる間に過去の俺が根性でオウムと戦ってくれていますよと。まあ、オウムは根性だね。攻略もクソもない。マジで。てめえ攻略動画で何ほざいてんだよって思うかもしんないけど、マジでオウムの攻略は頑張ることだからね。いや、頑張りマジで大事。ということでね、4面も終了。大丈夫か俺の実況。5面はね、このゲームの大事な考え方の話をしたいと思います。何を言いたいかっていうと、このゲームはね、しなくていい努力をして上手くならない人が多いのよ。こんな人いない？ノーコンティニューとかではクリアできません。練習中ですと。で、毎回ランダムに雑魚をかき分けて一生懸命宝箱を開けて金の鎧にしてるけど、信号1個先のね、交差点で雑魚相手にあっさり鎧を剥がされてるとか、2個目の曲がり方を曲がった先であっけなく穴に落ちてるとか、下のね、乾かないうちに、ディーン、ディラディッディディーンになってるとか、多分その人って漠然とライトな情報収集して世間体の餌食になってんのよ。金の鎧がいい、探検こそ尊いみたいな世間認知に引っ張られてんのよ。その人が金の鎧を取ったところで、おそらくね、その人がどっかで見てきた魔法でボスを一撃で倒してる華麗なキラキラプレイする動画みたいに、魔法で華麗にボスを一撃で仕留めるシーンなんて、その人のその先のプレイには存在しないのよ。3軒先の家で骨になってるレベルなんだから、隣町にいるボスをね、一撃で倒すキラキラプレイをやるために必要な部分、ボスまでノーダメージで持っていって、ボスの攻撃を食らわず引きつけるアルゴリズム研究なんか、当然やってるわけないんだから当たり前だよね。要するに、金の鎧にする意味が全くないのに、毎回リスクを背負ってね、ランダム地帯に長居して、見慣れないクイズを出され続けながら、リスクと時間と手間をかけて金の鎧にしてんのよ。それは上達も遅いって。その人のね、
行動原理を作ってるのは他の人がやってるからとか、上手い人がそんな感じのプレーをしてるからっていう、実は全く理由になってない理由もどきなのよ。こういう真似してる人が多いのよ、このゲーム。だから次のような考え方に変える必要があるのよ。まだ俺はこのゲームを満足いく形でクリアできない。だから不必要な特定のボスへのノーダメージアルゴリズム研究とか金の鎧にする手間や時間を省いて、そこで得た時間をクリアとかノーコンティニューとかね、本筋でやりたい結果を出すために必要な部分へ回すっていうことね。こういう強いプレイが必要なのよ。この動画を見てる人にはね、このゲームではどういう考え方をもとにノーミスやノーコンティニューができるかってことを知ってほしいのよ。とにかくランダムに付き合わないとかさ、失敗猶予がないプレーをしないとか、1周目のプレーを焼き増しして自分が獲得してきた腕前っていう資産運用して努力量を増やさないとかね、実は理由になってない世間体みたいな妙なこだわりに縛られて本筋の攻略に支障をきたしていないか立ち止まれるとかね、そうやって強く攻略を進めていく世界があることを認知してほしいのよ。いや別にね、死んで死にまくってコンティニュー連打して経験値を貯めてね、結果オーライの切断的なプレイを重ねてもエンディングは確かに見れるよ。だけどさ、この動画を見た人はね、そのレベルより上のレベルの人たちがどういう考え方でプレイを作ってるかってことを知ってほしいのよ。どのステージのね、どこで何をやるかっていう表面的なことより、プレイレベルが上がる、言い換えればね、魔界村が上手くなるための考え方をいくつかこの動画で知ってほしいわけよ。まあ精神論じゃ精神論だけどね。では最後。じゃあルシファーね、まずサイコキャノンが当たる範囲で真下ではなくね、できるだけ左右にずれた位置で打とうね。これだったら唾吐かれても当たらないからね。横のレーザーは指さしてる軌道上にいなければ大丈夫だよ。見てから十分かわせるからね。決め打ちで飛んだりするんじゃないよ。それと踏みつけが来たらね、その足と逆の大股の方の足の甲に乗って待つと。で、乗ってる足が上がったらそのまま内股の方の足の膝にジャンプして飛び乗ると。で、あとはね、密着連打で顎揺らしまくって瞬殺だよね。この2つ知っとけば OK だね。3年前消滅したはずの魔界を復活させたルシファー。魔界最強の名を欲しいままにしていたルシファーをアーサーはついに倒したのだ。魔界復活の予感をアーサーは3年前大魔王を倒した時からすでに感じていた。大魔界の強敵に備えて武器の改良、そしてそれらの武器に一つずつ魔力を与えた。これらの魔力を持っていなかったら、たとえアーサーといえどルシファーと戦う前に死んでいたに違いない。そして大天使ミカエルから対ルシファー武器。サイコキャノンを手に入れたアーサーは苦闘の末ついにルシファーを倒したのだ。ルシファーの体に取り込まれていた人々の魂は解放され、生き絶えたはずのプリンセスも生き返った。ナイト・アーサーの手により地上界は再び平和を取り戻したのだ。しかし、いつまた何者かの手によって魔界が復活しても不思議ではない。果たしてアーサーの戦いは本当に終わったのだろうか。ということで、大魔界村をやっていきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、このゲームはね、10年以上前の大昔なんだけど、ゲーセンでね、格ゲーの対戦相手待ちとかしてる時によくやっていたので、未だになんとなく覚えているんだよね。久しぶりにやってもクリアできてしまうのはビックリマンワールドとかと同じだね。それとさ、このゲーム、先月の連休くらいから YouTube でやたら流行ってたよね。なんか急にこぞって大魔界村やってる連中が大量に発生してたような気がするんだけど、なんかあったの？俺のおすすめなぜかめっちゃ大魔界村やってる動画が飛んできてるんだよ。しかも全く見たことないようなチャンネルの動画とかもね。まあ、界隈の事情は知らんけど、俺もそういうの見て久しぶりにやりたくなって、ついでに動画にしてみたんだけど、やっぱり魔界村はね、プレイしてて普通に面白いよね。昨今のゲームに負けず劣らず全然遊べるし、刺激も強くて満足度も高い。このゲームって世間では高難易度で知名度のあるゲームだから、ワンクレジットでね、クリアできるようになった時の自己肯定感の上がり方ってすごいのよ。お前できないの？あ、私ですか？ノーコンテニューでエンディング見れますか？何かみたいな状態。なんていうかさ、世間に対して US 感持つことができるわけよ。いや、人生結構こういうのって重要だよ。人ができないことができるっていう事実は自己肯定感につながってね、行動や挑戦する意欲につながるから。ゲームやっててね、上手くなるだけじゃなくて、人生でも自信がついて楽しくなってくるのよ。
こういう成功体験が1個あるだけで、次の苦しい時にね、頑張れたり、同じような難しいことに未来で出会ってもね、最後までやりきる力になってくれたりするのよ。ゲームなんかでくだらねえって思うかもしれないけど、魔界村ぐらいの知名度と難しさのあるゲームをどれか1個、ノーコンティニューくらいの水準でクリアできるように頑張ってみ。マジで世界変わるからな。知名度があればあるほどいいよ。できないやつが多ければ多いほどいいよ。失敗してるやつが多ければ多いほどいいよ。金かけてさ、ガチャ引いてるようなゲームじゃないのよ。れっきとした処理能力と知性を使う実力のいるゲームだってのはみんな知ってるのよ。そこがいいのよ。難しさを乗り越えた先にはリスペクトのある類のゲームなのよ。しかもここだけの話、動画でも見てきた通り、実は大魔界村は努力する量って一緒にちょっと毛を生やしただけの分量でいいのよ。世間の大半の人が想像しているよりも、ノーコンティニューできるようになるまでの努力量って少ないのよ。だからそういうさ、承認欲求をね、必然に人生を少しでも良くできないかって画策してる人は、ぜひ大魔界村に挑戦してみることをお勧めしますと。ということでね、今回の動画は以上です。何か響いたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。